はい、今回は力のデルタマスに作る賃貸用の一軒家のデザインが決まりましたので紹介いたします。インドネシア人建築家のクリエイティブと僕の借金パワーで最高の家を作ります。まずファサードですけど、こんな感じになってます。で、ここの部分にバリ島の黒母岩石を使います。インドネシア生活を楽しむっていうテーマなんで、インドネシアっていうともうバリでしょうっていうことで、バリ島の黒母岩石を使います。バリ島の家が作りたいんじゃなくて、バリのリゾートの雰囲気と現代モダンの家の融合っていうところを意識して作っていただいてます。で、横から見ると、こんな感じでインドネシア生活を楽しむっていうテーマなんで、日本にない植物に囲まれまくるっていうところをやります。で、やっぱこっちの植物って僕すごい好きで、なんかね、見てると元気になるんですよ。なんか生命力が違うというか、元気になるんでいいかなと思ってます。はい。で、間取りですけどこんな感じです。1階にリビングとトイレとあと物置がありまして、リビングの大きさは 5.3×8.4 ぐらいです。で、2階に3部屋、寝室がある。で、お風呂とトイレと、なんやらかんやらある感じです。で、玄関は日本式の玄関ですね。ドアの内側で靴を脱ぐ感じです。インドネシアの家はドアの外側で靴を脱いで、ドア開けたらもう即リビングみたいになってるんですけど、僕は日本風のものにしてますね。玄関入ると靴入れる棚があって、奥の方にストレージがあるんで、そこに服かけたりカバンかけたり、なんかそういう感じのスペースを作ろうかなと思ってます。からガラスの引き戸をガラッと開けるとリビングに入ってきます。で、まずキッチンがありまして、キッチンのアイランドキッチンのこの上の天板は大理石の一枚もんで作ります。で、後ろの方のこのバッグの素材は、今ちょっとなんかアンティークのタイルとかそんなんも探したりして、まだちょっとどうなるかは分かりません。ここでやりたいのは台所に立ちたくなる台所ですね。なんか料理するのしんどいとかめんどくさいとかいろいろあると思うんですけど、ここに立ちたくなるような、毎日の仕事が楽しくなるようなものにしたいですね。オーブンとかあるんで、クッキーとかパンも焼けるし、いいんじゃないかなと思ってます。上にファンがついてるんで、これがないと、雨季とか涼しい時期でもなんかクーラーいるかなっていう感じになるんで、これがあればクーラーなくても快適に過ごせます。で、これがそのキッチンから庭方向を見たビューですね。天井の板がズボーって庭方向に伸びて突き抜けるっていうような感じ、視線が突き抜けるような感じですね。それをやりたくって、リビング自体、8.4 メートルですか、長さがなんですけど、庭が3メートルなんで、庭まで11メートルか、だから11メートルの広さを感じることができる作りになってます。で、リビングのもう一個の見どころとして、このフローティング階段のところの壁ですね。ここにもバリ島の黒母岩石を貼ってます。で、2階までズボーッと貼ってあって、でちょっと吹き抜けみたいになってるんで、キッチンから壁自体がオブジェになってるんですけど、それを楽しめるような感じになっております。横の庭にちょっとしたプールじゃないですけど池があります。なんでここでなんか魚とか飼ってもいいんじゃないかなと思ってます。で、後ろの庭は3メートルぐらいあるんで、バーベキューとか使っていただけるかなと思ってます。で、2階に上がりますと、このような感じになってまして、主寝室ですね。植物を楽しめるような
デザインになってます。で机があるんで、在宅勤務とかここでもできるかなと思ってます。この部屋にはクローゼットあります。子供部屋ですかねにはクローゼットはなくて、パウダールームかな、そっちにファミリークローゼットがあります。でそれがこの部屋なんですけど、乾燥機付きの洗濯機があります。で乾燥できないやつはもう上に干してもらって乾かす。で乾いたら即左の黒いのがファミリークローゼットなんで、そこにぶち込む。で、お風呂は右手のこのドアからお風呂に行けますんで、その辺の動線を意識して作ってます。これがお風呂ですね。バスとトイレ一緒で、バスタブは170センチのバスタブになります。なんで結構広いですね。今回デザインいただいたのがビオガヌルディアン社さんです。30後半ぐらいの方で、気さくでいい方です。で今後の予定として、この後詳細の図面作ってもらって、見積もりが出て、で施工が始まる。で家自体は多分8ヶ月ぐらいでできるんじゃないかなって、言われてます。ただ金銭的にこの家を担保にお金借りてるんですけど、それじゃ全然足りなくって、あと何百万かまた追加で借ります。でそれでも足りないんで、1年ぐらい家を建てながらお金も作って、でなんとかそのお金を集めて完成するっていう感じですね。もともとそういう予定でやってますんで、予定通りではあるんですけど、お金のないねやつが何かやろうとしてるんで、最後は火の車みたいになってなんとかできるような感じになると思います。ただ予定してた予算より多分オーバーしそうで、家具とか家電とかも僕が計算してた値段っていうのが、僕が家建てた時の値段だったんで、だからそれより 1.2 倍とか 1.3 倍とか全て上がってます。なので1年とかでお金できるかなって思ってたのが 1.5 年とかなると思うんで、家自体は2024年中にできるかもしれないですけど、足し出せるのが2025年の半ばぐらいかなと思ってます。はい、なのでそれぐらいに一軒家を探す方がいらっしゃいましたら、ぜひよろしくお願いします。金額的に大手不動産屋さんが日本人向けに貸し出している賃貸用の一軒家、それの上の中とか中の上とか、それぐらいのレベルの賃貸料金になると思います。最後にですけど、家っていうのはただ住むためのだけのものじゃなくって、その間一緒に住んで思い出を作る、家族みたいなもんだと思ってます。なので僕が作る家でいい思い出作ってもらって、人生を彩るお手伝いができれば最高です。はい、今回は以上です。ありがとうございました。